はいどうも、いつきんです。本日は先ほど発表されました2体目の限定英雄花園のリリカを紹介していこうかなと思います。花園のリリカはなんとアサシンで生命力依存のアタッカー、そしてスピードが速くて効果命中率も欲しいスキルの構成となっています。めちゃくちゃ珍しいですね。アサシンって生命力が低い職業なので、その英雄が生命力依存のスキルを持っているということで、刻印もですね生命力になっているので、突するしないでは結構火力も変わってくるんじゃないかなと思います。それではですね早速ねスキルを見ていきたいと思います。まずはスキル2、敵全体の弱体効果の数が多いほどスピードがアップし、最大 70% までアップ。自身以外の味方が攻撃後、対象が弱体状態の場合、トゲの鶴を発動。3ターンに1回まで発動するとなっています。追加スキルのトゲの鶴なんですが、敵全体を攻撃し、強化効果を1ターン短縮し、強化負荷を2ターンの間付与。自身の最大生命力が高いほどダメージがアップするというスキルになっています。パッシブのスピードアップスキル、これも珍しいですね。仮にですね、最大 70% ということで、1つのデバフにつき 10% アップだとすると、最大ね、7個で、最大効果が得られて、例えば光リリアスなんかだったら、スキル3で敵全員に攻撃力ダウンが4つつけば、その時点で 40% アップ。で、さらに指定挑発スキル2でつければ 50% アップということで、大体1人でも 3、40% 以上のスピードアップは見込めるということで、リティカはですね、そもそもスピードが速いので、結構バカにできないかなと思うんで、これはかなり強力なパッシブになるんじゃないかなと思います。で、追加スキルなんですけれども、強化負荷がついてますね。これが最近結構刺さる相手が多いので、割と強力なスキルかなと思います。で、例えばライダークラウなんかは全体攻撃に反応してシールドをね貼ってくるんですけど、そういったものもですね強化負荷をついておけばシールド付与できなくしたりとか、あとは闇衆とかソリタリアのパッシブのバフですね。ああいうのも強化負荷をつけておけば付与されないので、ああいうのね消せないバフではあるんですけど、強化負荷だったらそもそもつけることを封じるというので、割と有用なスキルだと思います。そしてスキル3ですね。敵単体を攻撃し、味方全体にスキルダメージ無効を1回付与。自身のスピードが対象のスピードより高いほど防御力を貫通し、最大 100% まで貫通。こちらも最大生命力が高いほどダメージがアップし、クリティカルが発生しないというスキルになっています。スキルダメージ無効による疑似的な無敵と貫通攻撃ということで、もうほんとね、最近貫通攻撃がめちゃくちゃ多いので、またかっていう感じなんですけど、最近はね、ほんと、火力がいかに出せるかっていうので強さが変わってくるので、もう貫通は必須みたいな感じになっています。ただですね、貫通攻撃、強力なスキルなんですが、倍率によってですね、このスキル自体が強いかどうかっていうのが左右されるので、例えば昔実装された貫通率 70% のアルンカなんかは全然ダメージが出ないっていうことで、なかなかね倍率がわからないと評価しきれないっていうところではあります。あと生命力依存のスキルなので、この依存率っていうのもね結構重要なところになってくるので、これもですね判明しないとなかなか強いかどうかっていうのは分かりづらいというところになっています。ただ公式の動画を見る感じはですね、ダメージがだいたい 1.9 万ナイトなしで出てましたので、それを見ると、0点もだいたいそれぐらい出るんで、生命力の差を考えたらやや倍率はリティカの方が高いんじゃないかなと予想しています。たださっきも言った通り 1.9 万ぐらいっていうことで、相手の生命力が2万とか2万を超える場合はですね、アウリウスとか勇猛を装備されているとワンパンしきれない可能性の方が高いです。最近はね0点なんかもたまにワンパンミスったりするんで、そういうのを考えると威力がもう少しないとちょっと怖いかなっていう印象もあります。はい、そしてスキル1、これはですね単体攻撃のスタン付きの攻撃ということで、これついてる英雄って大体強いんですけど、このリリカに関してはアタッカーなので、この最大生命力のダメージアップ効果っていうのも、この辺の倍率もね気になるところですね。これが結構高いんであれば、スタンおまけでダメージソースにもできるので、
ちょっとね、スキルの回転が悪そうな気はするんで、このスキル1もダメージ与えれないと置物感がすごい感じの英雄になっちゃうので、この辺も気になるところですね。はい、それでは続きまして限定異物の紹介です。効果命中率が 30% アップし、追加攻撃をした後、対象のアクションゲージを最大 20% ダウンさせる、3ターンに1回まで発動するという異物になっています。ほぼ花園リリカ専用の異物かなという気はしますが、強いて言えば氷せずなんかも一応追加スキル全体持ってるので、使えなくはないかなという感じですね。追加攻撃時の効果を捨てるのであれば、効果命中アップの異物として、汎用性はありはするんですけど、代用としてアラバストロンがありますので、そっちの方が手にも入りやすいですし、サブ効果もついているので、あんまりこっちを使うってことは少ないかなと思います。限定異物にしては結構地味かなっていう気がします。はい、それではですね、初感ですね、ファーストインプレッションなので、実際使ってみると全然印象違ってくるかもしれないんですけど、最初に思ったのが、低生命力のアサシンという職業と生命力依存のスキルで、噛み合ってなくねと思ったんですけど、異物を見るとですね、アサシンの異物の方が使いやすいのが多そうなのと、でウォーリアーもですね、異物強いんですけど、ウォーリアーにすると今度逆にですね、強くなりすぎるんじゃないっていう気がしたんで、アサシンで妥当なのかなという感じです。で、スキルの回転が結構遅いんじゃないかなと思うんですけども、スキル1にスタンついてるんで、それでなんとか時間稼いでって感じにできるのかなっていう気がしますね。で、追加スキルがありますので、またですね、これ光チェルミアのカモになるだけやんけというイメージもあるんですけれども、異物をつけることでアクションゲージをね 20% ダウンさせられるので、そういったゲージ操作を用いればチェルミアが起動してもですね、チェルミアより先に動いて防御力無視のスキル3でワンパンするっていう動きができるので、そこまで不利ではないと思います。むしろちょっと有利かなっていう気もするので、その辺はね倍率次第なんですけど、さすがにチェルミアぐらいだったらワンパンできるとは思うんですが、これも倍率待ちですね。そして相性の良い異物なんですけれども結構多いです。専用の異物以外にも効果命中を求めるんであればアラバストロンがありますし、もし抵抗型、スタンでね止められるとこういう英雄弱いので、そういうのを気にするんであれば抵抗型を作るってなって、そういう時は夜会の主、これダメージアップもついてるのでスキル3との相性もいいのかなと思います。で、ゲージ操作、専用異物以外にもありますね。秘伝の書、光チェルミアだけを考えるのであれば、あいつは非攻撃スキルを絶対に発動してくるので、それに合わせて攻撃力アップとゲージアップができる秘伝の書、これも結構刺さると思いますし、ダメージアップの効果ではないにしろ攻撃力アップで多少ダメージが上がるので、チェルミアをこう安全にね倒せる可能性も上がってくると思います。ちょっと評価しづらいですけども、0点ぐらい仮に威力が出るんであれば、全然出番はあるだろうという印象があります。で、スキルの回転に関してはスキル1のスタンと高い生命力があればなんとか時間稼いで、置物にはなりづらいかちょっと微妙なところですけれども、なんとかなるんじゃないかなと思います。ただ消滅効果がついていないので、どうしてもですね0点と比べた時にちょっと地味感があるかなっていう気がします。0点を持ってないとかだったらかなりね有用な、キャラクターにはなると思うんですが、0点を持ってる場合に、0点とこのリリカを並べて相手に番を選ばせるのか、そういった使い方になるのかなっていう気はしてます。で、動画ではですね光ランディ相手にスキル3を使ってワンパンしてたんですけど、どっちかというと、もちろんねランディにも刺さるとは思うんですけど、ランディの相手っていうのはいろいろ複数いますので、どっちかというと覇気バフで防御力が高くなっている覇者剣なんかにクリティカルが出ないので使いやすいかなと思います。なので、こういった覇者剣相手にするのが苦手っていう人はね、結構楽にこのリディカを使えばワンパンできるんじゃないかなと思います。で、覇者剣って生命力そんな高くないので、高い人でも 1.7 とか 1.8 ぐらいなんで、アウリウスあったらちょっと怪しいですけども、大体の覇者剣って 1.5 万、1.6 万ぐらいなんで、それだったら普通にワンパン軽くね、できると思います。はい、というわけで、最低2ターン必要な0点と比べると、初速は速い。いきなりね、スキル3打てるんで、
強いかなとは思うんですけど、僕的にはやっぱ0.の方が強く感じますね。やっぱ消滅がね、今の環境に刺さってるっていうのもあるんですけど、RTA だと蘇生できなくするっていうのが強いので、0. の方がちょっと上かなという感じがします。で、古代物に関しては使えるキャラがめっちゃ少ないので地味に思えるんですけど、効果だけで見たら追加スキルでゲージダウンってほぼほぼなんかスキルの効果が1つ追加されるみたいな感じの効果ではあるので強いんじゃないかなとは思うんですけど、パッシブもそうなんですけど3ターンに1回っていうのがちょっと長いかなっていう気がしたのと、やっぱり使えるキャラが少ないのでやや評価が今のところ低いかなと思ってます。はい、というわけで限定英雄2体目花園のリリカ紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。性能は今のところ僕は中の中ぐらいかなと思っているんですけど、スキル1のスタンが、事故りそうで結構相手にするとイライラしそうかなっていう感じがしてます。とはいえですね、このリリカさん何が一番いいって見た目。これがね、僕も見た時に惚れましたので、間違いなくね引くんですけれども、陣形をどうするかちょっと悩んでますね。今このリリカを引かなくてもいいんですよ。制約英雄のリリカでもこの刻印っていうのは上げられるので、リリカのねサブストーリー確かあったはずなので、それを選択していつでもね刻印は上げれるので、とりあえず1体引いて結構強いじゃんってなったら上げるっていうのが一番いいかなと思います。というわけで、ぜひね、皆さんの感想なども、コメントに書いていただければと思います。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。